はいどうも、死んだカズと申します。本日はこちら30 minutes missions よりアーマードコア6のスティールヘイズを塗装していきます。まず素組みのキットを見てみましょう。めちゃくちゃ出来がいいです。ディティールは細かく、全身にモールドが張り巡らされております。加えてゲーム本編と近しい造形と色分けがされており、素組みでもかなり満足できるんじゃないでしょうか。武器周りのディティールもまさに圧巻。左腕のレーザースライサー、右腕のバーストハンドガン、肩にマウントされたバーストライフルとプラズマミサイル、どれも文句なしです。武器のパーツ分け、色分けがされていないのは残念ですが、多機種への武器の乗せ替えなどのプレイバリューを考慮するとトレードオフなのかもしれません。今回はこちらをキャンディ塗装やメタリック、パール塗料を使ってギラギラに仕上げていこうと思います。では早速作業に入っていきましょう。まずは全てのゲート跡を処理していきます。今回からゲート処理の方法を変えまして、240番のヤスリで一気に削ってから徐々に番手を上げて面を整えるようにしました。この後は400番、600番、800番、1000番の順で処理をしていきます。1000番まで処理をしたものがこちらです。結構綺麗に処理ができているんじゃないかなと思います。次はパーティングラインの処理を行っていきます。最近のガンプラなんかはパーティングラインが少ないんですが、このキットには結構大きなパーティングラインが存在しています。こちらもゲート処理と同じく240番のヤスリから処理を行っていきます。粗い目のヤスリを使うとパーティングラインが早く消えてくれるので、全体的に作業速度が上がっていい感じです。 SNS でも話題になっていた頭部パーツを形状変更していきます。なんか顎が尖ってないんじゃないなんて書かれていましたね。私もゲームで確認してみたんですが、やっぱりちょっと丸くなってましたのでシャープにしていこうと思います。サイドの部分との隙間が狭いので、比較的薄い上の文青銅のヤスリを差し込んでちょっとずつ削っていきます。ニッパーで一気にというのも考えたんですが、失敗が怖いので少しずつやりました。処理が終わったものがこちらです。サイドの部分も削り込んでゲームに近い感じに仕上がったように思います。塗装に入っていきましょう。まずは全てのパーツに下地としてガイアノーツの EX ブラックを塗装していきます。黒を下地にすることで光が通らなくなり、金属のような重厚感のある仕上がりになります。装甲の青い部分を塗装していきます。ガイアノーツのプリズムブルーブラックを使って塗装します。非常に暗く深い青が出る塗料ですので、スティールヘイズにはいいんじゃないかなと思います。塗り終わったものがこちらです。ちょっと曇ったような印象を受けますが、クリアコートをすると見違えるように綺麗になるので大丈夫です。上半身のグレーの部分を塗装していきます。こちらはガイアノーツのガンメタルを使って塗装します。シルバーほど明るくなくてアイアンほど暗くないという絶妙な色合いです。ガイアのスターブライト系のメタリックと比較すると落ち着いた感じの色になっています。内部フレームなどの黄色がかった部分を塗装していきます。こちらはガイアノーツのパールカッパーで塗装します。カッパーと名が付いている塗料ではありますが、見た感じはほとんどゴールドですね。金色として見れば一番好きな色かもしれません。背面のブースターを塗っていきます。こちらはガイアノーツのスターブライトアイアンで塗装します。周囲よりも金属感を強く出すためにちょっと厚めに塗装しています。下半身のカーキ色っぽい部分はキャンディーブラウンで塗装をしていこうと思います。まずは下地としてガイアノーツのガンメタルを塗っていきます。ここは SNS なのでこんな色だったっけって話題になっていたのが記憶に新しいところです。改めてゲーム内で確認してみましたが、思った以上にブラウン系の色でびっくりしました。ガンメタルの上からクリアブラウンを塗っていきたいところなんですが、そのまま塗ってしまうと濃すぎるので薄いクリアカラーを作っていきます。ベースはガイアノーツの EX クリアを使用します。そこに同じくガイアノーツのクリアブラウンを数滴入れていきます。溶剤をたくさん入れて薄めることもできますが、かなり塗りづらくなってしまうので避けたいところです。そんな時はクリアとクリアカラーを混ぜることで塗りやすくて薄いクリアカラーを作ることができます。調色したクリアブラウンを塗っていきます。本当にクリアブラウン、ただのクリアじゃないってぐらいに薄い色をしています。ですがしっかりとブラウンが入っているので、塗り重ねるごとに徐々に茶色っぽくなってきます。2回塗り重ねたので塗装前と比較してみましょう。
左が塗装前、右が塗装後です。こうして見ると違いが結構分かりやすいんじゃないかなと思います。フェイスパーツの塗装を行っていきます。まずはガイアノーツのパールカッパーで塗装します。次は後ろの方をマスキングして下地として EX ブラック、その上からガイアノーツのスターブライトシルバーを塗っていきます。こちらは上に乗る蛍光クリアの下地になります。シルバーの上からガイアノーツの蛍光ブルーグリーンを塗っていきます。クリア塗料ですので下地にメタリックを使うことでキャンディー塗装にすることができます。さらにその上からタミヤのエナメル塗料メタリックブラウンを塗装していきます。乾燥後に拭き取りを行ってあげれば簡単に塗り分けることができます。拭き取ったのがこちらといきたかったのですが、フェイスパーツが割れてしまいました。マスキングの隙間から入ったエナメル塗料でパーツにダメージが入ってしまったところを塗装用のクリップで挟んでしまったことが原因だと思われます。というわけで直していきます。クレオスの薄め液に浸して塗装を落としていきましょう。クレオスの薄め液はパーツへの侵食性が低いので安心してパーツクリーナーとして使うことができます。強力な溶剤を使うと溶けたりしてしまうので注意しましょう。塗装を落としたパーツを接着したものがこちらです。細かいパーツなので直している途中に行方不明になったりしてしまい、修理に結構時間がかかってしまいました。改めて塗装をしていきます。もう一度エナメルで割れるのも嫌なのでラッカープラスマスキングにすることにしました。蛍光ブルーグリーンまでは先ほどまでと同じように塗装をしております。そこからはマスキングしてパールカッパを塗るような感じで仕上げていきます。塗装し終わったものがこちらです。マスキングもうまくいって綺麗に塗ることができました。初めからこうすればよかったのかもしれません。武器の塗り分けを行っていきます。武器はすべてガンメタルを下地にクレオスの GX ディープクリアブルーを EX クリアで薄めたもので塗装しております。その上からマスキングをしてさらに薄めたクリアブルーを塗り重ねていきます。別のメタリックを使わずにクリアカラーの濃さで塗り分けることで同系色での濃淡をきれいに出すことができます。バレルやマガジンなどはゴールドにしたいのでパールカッパーで塗装します。下地として EX ブラックを塗装した上からパールカッパーを塗っていきます。ざっくり色分けするだけでも武器の見た目が結構良くなるのでマスキングが苦手な人も挑戦してみてはいかがでしょうか。ではレーザースライサーの塗り分けを行っていきます。こちらは鬼のようにマスキングをしております。ここだけで1時間以上マスキングに費やしています。正直つらかったです。下地はバーストライフルでも使ったガンメタルプラス薄めたクリアブルーで塗っています。内装の部分はパールカッパーで仕上げたいのでまずは下地として EX ブラックを塗装します。形状が複雑なので塗りムラが出ないか結構心配でした。ブラックの上からパールカッパーを塗っていきます。マスキングが多すぎてどこがマスキングでどこがパーツかもう分かりません。塗り漏れがないようにとにかく全てをパールカッパーで塗ってしまいましょう。マスキングを剥がしたものがこちらです。めちゃくちゃいい感じに仕上がっているんじゃないかなと思います。最後に全てのパーツにクリアを吹いていきます。これによってパールの発色が良くなりメタリックは保護され光沢もいい感じになります。これで塗装は完了です。では最後の組み立てに入っていきましょう。普段は研ぎ出しもしているのですがスティールヘイズは細かいディティールが多く研ぎ出しがしづらいためクリアコードだけで完成とすることにしました。今回も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。感想等のコメント、チャンネル登録や高評価などもお待ちしております。他にもプラモ制作動画を上げておりますのでそちらも何卒よろしくお願いいたします。それでは完成したスティールヘイズをご覧ください。